骨盤矯正ぽっこり下腹部が気になるセルフケア教室を見ている皆さん、骨盤が歪んでぽっこり下腹部になると勝手にチャックが開いてしまい、電車に座っている人に見られ咳払いをされ促された恥ずかしい経験があります。それを解消しようと知らないまま骨盤周りをボールとかでグリグリしたり腹筋とか狙ってやっていないですか？それほんま飽きません。そして解消しません。私の考えは、筋肉は意識する場所を狙ってなんぼです。どすこい、戦わない格闘家整体師のノブです。チャック開けとかんと戦えよと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロでぽっこりのままになっていました。そこで今回は骨盤矯正とぽっこり下腹部を解消する授業を行います。これほんまめちゃめちゃ簡単です。将来の健康にも役立つ情報をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきましょう。まず最初に私の思っていることを頭に入れてほしいので説明していきますね。骨盤矯正やぽっこり下腹部を解消しようと知らないまま骨盤周りをボールとかでグリグリしたり腹筋とか狙ってやっていないですか？それほんま飽きません。そして解消しません。私の考えは、筋肉は意識する場所を狙ってなんぼです。筋肉は意識するだけで通常より倍の筋肉はつくと言われています。よく筋トレで鏡見ながらするのがいい例です。なのでこの動画を見てそこを意識するだけでも体は変化しますので、見るだけでもいいです。私の紹介する骨盤矯正ぽっこり下腹部解消法は、セルフケア教室の生徒の体を理解して安心安全に行えるセルフケアになりますので、楽しみに最後までご視聴くださいね。骨盤が歪んでぽっこり下腹部のまま将来的に悪影響を及ぼすデメリットが2つあります。1つ目は、放置していくと内股にどんどんなってくるので、臀部の筋肉が硬くなり、そこを通る座骨神経を圧迫して将来座骨神経痛をすごく発生しやすくなります。そうなると将来腰痛や足のしびれも起こりやすくなります。2つ目は、骨盤股関節も歪んでくるので下半身もむくみやすく太ももも太くなります。そういう状態が続くと痩せにくくもなっちゃいます。なのでこれから私と一緒にやっていきましょう。今回狙う筋肉は2つ。1つ目はお腹側の背中骨盤股関節、太ももの内側を支える深部のインナーマッスル、腸腰筋という筋肉です。ここが働いていないと背骨が前に行く湾曲を抑えることができなくなってきます。2つ目は背中側の骨盤股関節、そして太ももの内側までつく筋肉、内側ハムストリング。ここが働いていないと骨盤が前に傾いていくのをこうやって後ろから止めることができないので傾いていってしまいます。結果お腹側と背中側、ここで支えられなくなり、背骨、骨盤が歪んでしまい、前に出てきてしまい、ぽっこり下腹部になってきてしまいます。なのでこの2つの筋をセルフ整体で狙えばいいだけなんです。では早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。今できなくて見ているだけの人もこの筋肉だけを意識するだけでいいことがありますので見てくださいね。まず1つ目、腸腰筋からです。まず片足をこのように上げます。この時にグラグラするようでしたら全然横持ってもらっても構わないです。そして足の裏を反対の方にこう向けます。次に足の親指をこのように前に向けていただきます。そのままの体勢でかかとを天井の方にこうグッと上げます。少し上がれば全然構わないのでこれぐらいで構わないです。そうするとお腹の前、股関節の前に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回やっていきます。ではいきます。やってあげます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきます。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきますよ。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。しんどかったら全然休んでくださいね。では反対もいきます。足を上げます。そして足の裏を反対の方にこう向けてもらいます。次に足の指をこのように前に向けてもらいます。そのままの状態でかかとを天井の方にぐっと上げます。これぐらい上がる範囲で全然構わないですからね。そうすると股関節の前、お腹の前のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。
ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。次は内側ハムストリングです。これも一緒でまず片足を上げます。そしてグラグラするときは持ってください。次に足の指をこのような形で内に向けます。そのままの体勢でかかとがお尻に近づくようにこのようにぐっと曲げていきます。このように曲げ続けると太ももの裏側のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。いきます。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横ではこんな感じです。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきます。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では反対もいきます。まず片足を上げます。足の指を内側にこう向けます。そのままの状態でかかとがお尻に近づくようにぐっと曲げます。そうすると太ももの裏側のところに力が入りますので、そのまま10秒間、10秒かける3回ぐっと曲げ続けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横から見るとこんな感じです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト頑張りましょう。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。両足たった2分。めちゃめちゃ簡単ですよね。おまけにこれをすると反り腰も解消してくるので、後ろにもめちゃめちゃ反りやすくなってきます。なので見ている人もそこの筋肉だけを見ながら意識して、後でこのような形で柔軟すると結構浮きやすくなってますので、合わせてやってみてください。これをするだけで背骨、骨盤、股関節も矯正されますので、骨盤、股関節の前面にあるリンパや血管の流れも良くなります。なので下半身のむくみや疲労も取れます。そしてここまで矯正されるので姿勢も良くなるので、太ももにかかる負担も少なくなるので、太ももも細くなるといういいとこ取りのセルフ整体です。このように私が長年研究してきたセルフ整体を習得できるよう、ぜひ一緒に学んで頑張っていきましょう。皆さんもセルフケア教室の生徒ですからね。ここまで見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の何よりの励みになります。これからいろいろな悩みや痛みに対して発信していきますので、ぜひ一緒に実践していきましょう。痛みや悩みに関する質問ややってみた感想など、ぜひコメントくださいね。最後に私が教えるセルフケアするとストレッチも伸びやすくなるので、後におすすめなストレッチも一緒にやってお別れしていきましょう。まず椅子とかなんか台でも構わない、ソファーでもいいです。その上にこのように足を乗っけます。そして足の指を天井の真上に向けていただき、体を真正面に向けます。そのままここの骨盤を横のところにぐーっとこうして体を倒します。そうするとこの内もものところが伸びてきますので、これを30秒します。両足ですね。これさらに骨盤矯正をされるストレッチになるので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。